皆さんこんにちは、ヒロです。いつも動画の方ご視聴いただきありがとうございます。前回はフロントリアのブレーキキャリパーマスターシリンダーをオーバーホールしました。フロントブレーキ周りはね順調にいったんですけど、リアブレーキ周りほんと最悪でしたね。もう癖で、今回はフロント周りを主にやっていきたいと思います。フロントフォークのオイルシールの交換、あとオイル交換ですね。それとあとフロントのタイヤの交換もやっていきたいと思います。作業の方なんですけども、今回も順調にいってもらえればいいんですよね。リアブレーキみたいにはなってほしくないです。それでは行ってみましょう。それではね、今回はね、このフロントフォークのね、オイルシールをね、交換していきたいと思います。もうね、オイルがね、これ激漏れなんですよ。すごい漏れちゃってて。で、もうシールがやっぱダメなんでね、シールを交換していきたいと思います。で、プラスね、オイルもね、綺麗な新しいものにしていきたいと思います。それではね、フロントフォークの分解始めていきたいと思います。でね、早速なんですけども、このね、フロントフォークのこのトップの部分ね、もう錆びすごかったんでね、先に油さしておいて、で、ちょっと錆びを落としたんですけど、こっち、もう最悪ですね。もうなんか中の多分シール死んでるっぽいんですよね。もうなんかかっちりと固まっちゃって、うんともすんとも言わない感じですね。このリングはね取りやすくて楽なんですけども、ちょっとめんどくさくなりそうですね。取り外しの方なんですけども、この辺のねステムの周りのねボルトぐらいでね軽く止まってるぐらいなので、そんなにね苦ではないですね。ただねこれ一回ここからね本当にこの上ハンドルのところからここまでこうガーッとね全部取れちゃうんで、一回外すとねこの後身動きが取れなくなるっていうことがあるんでね、ささっとね、作業の方を終わらせていきたいと思います。なんだ今の。それではねフォーク、上部緩みましたんでね、こんな感じでねこうせり出してきましたね。このタイヤ周りだね、こいつ取っていきます。でこれからねフロントタイヤ外すので、ガレージジャッキこいつをね車体にかけていきたいと思います。はい、じゃあそれじゃあねタイヤ取れました。はい、それではねフロントフォーク、あとタイヤ、一式ですね取り外しの方ができました。でこのタイヤもなんですけども、ちょっと違うものにね、交換していきたいと思います。これもう十何年前、14、15年ぐらい前のねタイヤなんでね、もうさすがにちょっと水あってもカチカチなんで交換したいと思います。でフォークなんですけども、フォークはね、主にですねこの中に入っているオイルシール、こいつをね打ち替えてオイル交換するだけです。で一応フォークのねインナーチューブの状態なんですけども、若干ね点錆がねこうやって出ちゃってますね。ただ主にストロークする部分はねそんなに点錆ないので、若干ペーパーでこすればいいんじゃないかなと思ってますので、これはね再利用していきたいと思います。ということなんでね、こいつらのオイルシールとあとねタイヤの方もね交換していきたいと思います。はい、それではね早速タイヤ交換していきます。まず、エアバルブのね後ろに置きます。それじゃねリールを落としてきます。ただねちょっと足で踏んだりとかしたんだけど落ちなかったんで、こうやって油をさしてリールを落としていきます。よし、次はね、リードが外れましたのでレバーを使ってホイールからタイヤをね外していきたいと思います。でこの新しいエアバルブ入れていきます。こいつね起こす専用の工具があるんですよね。今このままじゃ使えないので、このゴムをもうちょっと引っ張り上げなきゃいけないんですけど、でも僕その専用工具持ってないんで、これからですねラジオペンチで挟んで、こいつを引き上げていきます。はい、こんな感じで上がりました。挟んでねつまんで引っ張ってあげるとね上がります。ただねバルブ傷つける可能性と、あとホイール傷つくんでね気をつけてください。はい、そしたらね次タイヤをね組んでいきます。でねタイヤはねこのねリード部分、ここにねオイルを塗ってあげます。本当はねビードワックスっていう専用のね油があるんですけども、僕ちょっと持ってないんでエンジンオイルをね薄くこの布に染み込まして、このビードに塗っていってタイヤ組んでいくような感じにします。
タイヤ組み終わった後ビード上げなんですけども、めちゃくちゃ硬かったんで、今回は爆発ビード上げをやってみました。こういうレーサーモデル系のタイヤってめちゃめちゃ硬いんですかね。結構ビード上げるのに苦労しましたね。まあでも何はともあれ、とりあえずねビードもしっかり上がってタイヤを組み終わりました。それではね、フロントフォークのねオイルシールをね交換していきたいと思います。いやマジね、ここのねトップキャップがねもう全然取れなくてね、まあちょっとこれゲートなんですけどもね、位置入れ込みました。でこいつをねペンチとかウォーターポンプレーで引っ張ってねトップのキャップ外していきたいと思います。下の入れられねえからなこれ。はい、今ねトップキャップね外しました。すごいねこのサビ、何これ超汚ねえじゃん。汚ねえっつうかもうすごいね、本当に全く動かなかったこれ。もう取れんかったしね。オイル真っ黒だ、汚ねえ、もう超劣化してんじゃん。うわひどいねこれ。オイルほとんど入ってなくねこれ。そういうパターン、オイル入ってねえじゃん。いやこのドレンボルトねほんと硬いねマジで。もうねロックタイト多分死ぬほど塗ったんだろうなこれ。クソ硬いわ本当に。うわ硬え。フォーク自体は本体が外れちゃえば分解は簡単ですね。ただやっぱりドレンボルトがね本当に硬かったかなっていうような印象です。その他はね本当になんか部品も単純ですし、まあ中に入ってるオイルさえ抜いてあげればそんなに面倒くさいこともないかなって感じですね。で中はねやっぱり一回も多分オイル交換しなかったと思うんで結構ドロドロでしたね。じゃあ次はこのオイルシールだね、この黒いですね、こいつをね交換していきます。ただなんかねめちゃくちゃなんか抜けづらそうな雰囲気がバッチバチに出てんだよねこれ。なんか他の人のねブログとか読んでるとねこのシール外すのにね結構泣きましたとか、これにクソ時間かかりましたみたいなこと言う人結構多かったんですよね。まあ確かにやりづらそうだなと思うんですけど、まあとりあえずねこいつを交換しないことにはオイルもね治んないんで、こいつはね交換していきたいと思います。まずは外すことだね。すんなり取れてくれるんだけどな。とりあえずまずこのシールを取らないと話になるね。シールがここか、この基板のとこに入ってるのね。こいつを頑張って抜きます。いや硬えなこれ。簡単に上がってこねえやつか。はい、それではねフロントフォークのね、オイルシール取れました。これやばくないですかこれ。もともとねこれ1個だったんだけどね、もう外してる間にねもうねどんどんバラバラになっちゃって結局3つになりました。でちなみにね新品はねこれです全然違うでしょ。これが新品だね。ここまでしないとオイルシール外れないぐらいカッチカチにくっついてましたねマジで。これねもしやる方いたらね結構ね覚悟した方がいいですねこれ。これかける2なんでだいぶしんどいですよ。なんでまあとりあえず今回はねフロントフォークのオイルシールも取れたんで、打ち替えますけど、もう二度とやりたくないこれっていう感じです。はい、じゃあねフロントフォークのオイルシールね打ち込んでフロントフォークオーバーホール終わらせたいと思います。まずはグリスアップだね。で今回はねこのボックス、これなんだ30かな、30のこのボックスね打ち込んでいきます。いいね。でシーリングを取り付ける。シールが入ったらこの銀色のインナーチューブをね入れていきます。でその後なんですけどもオイルをね入れていくんですけど 148cc でしたね。でこれをフロントフォーク上からですね入れていきます。でオイル入れたらなんですけども何回かストロークさせてちょっと落ち着かせます。で最後は油面調整をしていくんですけど、僕は専用工具を持ってないのでドライバーに印をつけて、そこの高さまで来てれば OK という感じにしました。はい、それではね、フロントフォークのオーバーホールの方終わりました。2本ともねしっかり終わったのでこれからね組み付けていきたいと思います。はい、それではここまで動画の方をご視聴いただきありがとうございました。今回はフロントフォークのオーバーホールをしましたが、オイルの色を見るとおそらく一度も交換されていなかったっぽいですね。30年もののオイル、とてつもない色でした。今回フォークシールも交換したしタイヤも交換したのでフロント周りはこれで安心だと思います。次回はリアのタイヤとチェーン、前後のブレーキの取り付けをやっていきたいと思います。 GZR 復活が見えてきましたね。早く乗りたいですね。次回もよろしくお願いします。
時代に逆行したこのバイクのレストア修理をですね応援してもいいよって方いましたら、チャンネル登録もしくは高評価ボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。